皆さん、こんにちは。本日の主役は牛タンです。今日は牛タンを使って私の生まれた場所、カラビア式のラグディリンバをご紹介しようと思います。じゃあ、いつも通り愛を込めて料理を作っていきましょう。まず、牛タンのカットから始めます。これ、冷凍の牛タンでもうしっかり掃除してあるやつなので、こんな感じに。要するにパスタと一緒に食べやすい大きさで切ったら大丈夫だと思います。面白いことに一般的に日本人は牛タン結構固めな食感で食べることが多いんですけど、イタリアで柔らかくなければ食べない。だからいつも茹でたりラグにしたり、これちなみに、今結構一口で食べるサイズに切ってるんですけど、もっと大きくカットして同じ作り方でメニューとしても食べられます。これノンエリザベッタのこの料理でした。私のおばさんの名前だからよく子供の時食べました。思い出の料理ね、作る時いつも感動するね。で、この間イタリアに行った時も一回作ったことあるんですけど、びっくりすることは牛タンの値段の差ね。日本で1本だったら絶対これ冷凍のやつで、6000円だった。いくらだった？ 5000 円かな。でもイタリアだったら800ユーロだから1000円で買えれる。しかも新鮮なやつ。でも今日値段にかかわらず思い出の料理再現しましょう。で、カットしてからボウルの中に入れて、オイルエクストラベルチネドリーバ入れて、で、フェネルシート多めに入れて混ぜましょう。で、しっかり混ぜてからこのまま30分ぐらいまでにしましょう。その間に野菜をカットしましょう。この牛タンのラグだったら私ソフリットとして、玉ねぎと人参だけ使います。僕の新年なんですけど、特にラグを作るとき、包丁で野菜とかお肉のカットした方がいいと思います。やっぱり技術的な点から見ると、やっぱりひき肉機より、ミキサーよりこの包丁でカットしたら水分あまり出ないし、お肉の食感も一段と楽しめるし、味とか苦味は全然出ないので、包丁でカットする価値があります。野菜は多めに入れても間違いない。特に人参はね、牛タンとめちゃ合うと思います。伝統料理なので、オイルエクストラベルジネドリーバ存分に入れて、で、この中にニンニク、皮を剥いたらカットせずにこのまま入れて香りしっかり移しましょう。あと面白いことにイタリア中で結構黒胡椒を使うんですけど、カラビアだったら唐辛子のみを使います。皆さん、牛タンのラゴ辛口ですが、ようかは甘口でお願いします。で、玉ねぎを入れます。玉ねぎ入れたら弱火で炒めます。玉ねぎある程度炒めたら
人参を加えます。で、人参も弱火で丁寧に炒めます。皆さんはね、唐辛子はお好みの量入れても大丈夫です。もし辛いもの嫌いなら別に入れなくても大丈夫です。ちょっとでもちょっと入れた方がいい。辛さだけじゃなくて旨味はね。やっぱりはね、新鮮な唐辛子のね、香りが何の香りかな。難しいな。アドバイザーなんですけど、乾燥された唐辛子を使うなら炒めなくても大丈夫です。なぜかというと、炒めたら焦げる可能性のあるので、焦げたら苦味が出てあまり美味しくない。で、お野菜、ゆっくり炒める間に熱したフライパンで牛タンを炒めましょう。で、フライパンに入れたらあまり触らないように。なぜかというと、触ったら温度が下げて水分出てしっかり炒めることができない。あと量はね、ちょっとずつ丁寧に炒めましょう。皆さん、これが旨味です。で、炒めたらちょっと火を弱火にして赤ワインに入れてしっかりアルコールが飛んだらソフリットと合わせましょう。あと包丁で牛タンカットしたら大きさが一つずつ全然違うので味が出ると思います。で、ソフリットの中に入れます。で、フライパンを軽く拭いてもう一回しっかりにして2回目いきましょう。ラグを作るときは忍耐が重要です。これ皆さん、これもうまみです。だからしっかりゴムベラで全部入れて、素晴らしい。私の趣味はラグを作ることです。で、ちょっと野菜と一緒にもうちょっと炒めたら、トマトを入れます。で、塩を入れます。後で足りなかったらちょっと足すんですけど。で、この状態でだいたい3時間ゆっくり煮込みましょう。で、ブケガーニとして、ローリエ、タイムとローズマリーを使います。より芋で結んでじゃあまた3時間後ね。
さあ皆さん、まあ大体3時間経ってて、で、寝かす時間は、まあ本当はよくイタリアでラグを作るとき、翌日が食べることが多い。なんか味がもっと濃くなってて、まろやかに、なると言われている。でも私は、まあ1時間、2時間寝かしてて、で、その後はボケガニエとニンニクを外しましょう。で、言わずもがな、ラグだったら自家製のパッパルデッレがめちゃめちゃ合うと思います。やっぱりはね。ああ、これがうまいぞ。もう本当に足りないものはない。アンティカトラするとき、愛以外何も入れない。これも美味しいな。パスタフレスカがいいな。火を消して愛を込めてマンテカトラしましょう。素晴らしい。よし、盛り付けしましょう。お待ちどうさま。ボナペティト。いただきます。カラブリアの香りですね。牛タンは柔らか。めちゃめちゃ柔らかい。皆さん本当にぜひ一回作ってみてください。